こんにちは、ずんだもんなのだ。こんにちは、満別花丸だよ。今回も前回に引き続き、ワーゲームレッドドラゴン、クライムマウントナロードナやモットをやっていくのだ。前回は残念ながら日本の力及ばず、北海道をソ連に奪われてしまったんだったな。そうなのだ。現在北海道は全域がソ連の占領下、北海道庁には赤旗が昇っているよ。悲しいな。そんな悲しんでいるいとまはないのだ。ついさっき八戸と鰺ヶ沢にソ連軍が強襲上陸してきたのが確認されたのだ。おい、だから海上自衛隊は何をやっているんだ。とりあえず急いで青森市周辺に待機させていた連隊を鰺ヶ沢と八戸に向かわせるのだ。早く早く。ソ連軍の追加上陸阻止は完全に失敗に終わった。ソ連軍が本土に足を踏み入れてしまった。でも幸い、味方の被害を最小限に抑えて、地帯には成功したようだ。新たな目標を伝えよう。戦略拠点を最大限死守せよ。新潟、仙台、東京、名古屋、大阪を守るんだ。今回の防衛作戦のために、司令官に日本防衛の全権が付与された。どうか頑張ってくれ。ついに日本防衛の全権を任されたのだ。それと同時に陸海空自衛隊の増員が可能になったみたいだ。これをうまいこと活用してソ連軍を東北で何としてでも抑えるぞ。日本防衛の全権を任されたことにより、新規に40連隊が使えるようになったのだ。一気に連隊数が増えたな。これでソ連に対抗できる。っていうか最初からそうすればよかったのでは。さらにディッション場面から追加の連隊を展開させるのだ。第47から51普通科連隊、さらに戦車連隊や第1空挺団を大量に展開だ。そして国家方針は徴兵法の議論に進むよ。現状憲法18条の影響で予備の人的資源が2万人しかいないから、早いところなんとか改正に食りつきたいな。しかし憲法改正まではもうしばらく時間がかかるのだ。それまでは何としてでも攻撃に耐えるということだな。そういうことなのだ。しかし耐えているだけではないのだ。攻撃のチャンスがあればこちらも攻撃を加えるよ。下北半島にいる第27普通科連隊と第2特科連隊に八戸港の奪還作戦を実行させるのだ。八戸港を奪還すれば岩手県にいるソ連軍に補給は届かなくなり包囲できるということだな。そして思いのほかすんなり八戸港を占領できたよ。よし、これでソ連極東軍の半分を包囲できた。急いで殲滅するぞ。しかしここでソ連軍との戦闘により自衛隊の弾薬が不足し始めた模様。師団攻撃が 25% のマイナスで師団防御が 15% のマイナスってこれめっちゃやばいな。ディシジョン画面より軍事工場を5個使ってデバフを緩和することができるようなのだ。さらに同時期には徴兵法改正議論が国会で行われたのだ。しかし改正法案の可決までは今しばらくの時間がかかるようだな。まったく前線をなんとか維持してやってるんだから早くしろよな。それまでは遅延線を展開してソ連軍の進行を遅らせるのだ。おい、八戸港を死守している連隊がそろそろ限界を迎えそうだぞ。それにいつの間にかに日本海側のソ連軍占領地域とつながってるし。ぐぬぬ、この包囲作戦は失敗か。とりあえず八戸港からは撤退。それと青森からも全ての連隊を撤退させるのだ。結局青森においてもソ連軍の侵攻を止められなかったか。とりあえずは北盛岡防衛線を構築して今度こそここでソ連軍を止めるのだ。八戸港の連隊は脱出に成功。ただ青森市にいた一部連隊は脱出できずに包囲されたのだ。貴重な戦力が。その代わりに男鹿半島付近にてソ連軍は1連隊包囲したよ。こっちは5連隊くらい包囲されてんだよな。ソ連軍は現在も攻勢中。しかし山岳地帯に入って明らかに進撃が遅くなっているのだ。それに冬季の寒さがソ連軍を消耗させているようだな。一部敵連隊で充足率が低下している。そして1995年1月22日、かねてより国会で議論されていた改正憲法18条が発行されたのだ。ようやく憲法18条が改正されたか。あとは徴兵法復活まで一直線だ。よし、これで大規模徴兵に切り替わって予備人敵が増えるのだ。ソ連軍の攻勢も完全に停止。反撃の時も近いぞ。よし、この程度なら確実にソ連の作戦目標を妨害したぞ。余裕があれば防衛してもいいが、仙台から撤退してもいい。ソ連は当初の仙台攻略に失敗。日本側は防衛に成功したのだ。素晴らしい戦果だ。さらにここで米軍の E-3早期警戒管制機が使用可能になった模様。これでソ連軍の作戦行動をずーっと見れるね。何回言い方が怖いのだ。そして隣国の韓国に在韓米軍の一部を日本に再配置することを要請してみるのだ。韓国イズマイフレンド。だから在韓米軍をちょうだい。アメリカ合衆国インド太平洋司令部から伝達。今までよく頑張ってくれた、司令官。嬉しい知らせを5つ伝えよう。在韓米軍の再配置の代わりに大韓民国が直接派遣を提案してきた。今すぐ大韓民国遠征軍司令部に連絡する。こちらは大韓民国遠征軍司令部です。会えて嬉しいです、司令官。第7軍団の一部兵力と空軍機構団の日本派遣が承認されました。
数日以内に展開が可能になります。まさかの韓国軍が直接派遣をしてくれるとは思わなかったな。ディシジョンより急いで韓国軍を配備するのだ。どうやら連隊以外にも将軍と海軍司令に元帥までもが韓国から来てくれたようだぞ。元帥は足りていなかったからありがたいのだ。さらに米空軍の助けを借りて防空圧迫任務を実行できるようになったのだ。ソ連空軍はこれで手も足も出ないだろうな。実に愉快。徴兵法、韓国軍の派遣、米軍による圧迫任務、反撃の準備は整ったのだ。今こそ反撃の時、ソ連に占領された青森と北海道を奪還しに行くぞ。ソ連との前線で早速交戦開始。山岳地形にもかかわらず日本側の攻勢でソ連軍は続々敗走しているのだ。ソ連軍の補給は大半が海上自衛隊によって海上で沈められているからな。早速岩手県の太平洋沿岸付近でソ連軍の戦線を突破したのだ。いいぞ、このまま町の上の港と三沢の航空基地まで進撃しろ。その後ソ連軍を圧倒するスピードで八戸港まで到達。ただ八戸港にはソ連軍の守備隊がいたな。まあ八戸港にいる守備隊を無理に攻撃しなくてもいいのだ。今は交戦よりも戦線を広げることに注力するのだ。ふふ、ソ連軍の高度に機械化された軍隊が燃料枯渇の状況下でかえってあがになったな。突破された戦線に全く再配置が間に合ってないぞ。あっという間に青森市に到達。しかしここにも守備隊がいるな。まあいいのだ。それより日本海側に進軍して秋田県にいるソ連軍の包囲を狙うのだ。ただソ連軍も包囲の危機に気づいたのか、前線にものすごい勢いで軍隊が再配置されてる。大規模包囲には失敗したが依然として日本側の優位であることには変わらないのだ。男鹿半島で2連隊を追い込んだな。そのまま殲滅するのだ。さらに下北半島にいる連隊に道南方面奪還の任務を与えるよ。北海道に再び足を踏み入れることができるんだな。さらに岩手県と秋田県の県境付近でソ連軍9連隊を大規模包囲。そして青森県の日本海沿岸でも20連隊を包囲したのだ。圧倒的じゃないか。本州におけるソ連軍の抵抗もこれにて終了だ。あとは北海道の奪還作戦だな。そして1995年の4月1日に青函トンネルを通って北海道に上陸。雪の方も溶けきって進軍しやすくなっているはず。目指すは札幌と旭川、新千歳空港なのだ。すでに青函トンネルからは湾岸戦争を戦った米軍の精鋭と陸上自衛隊が共同で戦闘を繰り広げているぞ。下北半島でも韓国陸軍が狭い戦線に閉じこもっていた最後のソ連軍を撃破しているのだ。おいずんだもん。新潟にソ連軍が空挺降下してきたぞ。新潟県の北半分と福島県の西部が占領されてる。あわわ。とりあえず急いで大阪に待機させていたアメリカ軍と陸上自衛隊を向かわせるのだ。気づくのに若干遅れて広範囲におけるソ連の占領を許してしまったが、実際にいたソ連軍の数は少ないようだな。あっという間に新潟を奪還できてよかったのだ。ただでさえ東北戦線で数を減らしたソ連極東軍はこれにて大規模作戦を実行することができなくなっただろう。今度こそ北海道奪還なのだ。北海道方面は現在道南方面をほぼ奪還。このまま取り残されたソ連軍の殲滅をしつつ同様に進むぞ。陸上では圧倒的優勢だけど空中では逆行してるのだ。新千歳空港を奪還すれば一気に空中においても日本側の優勢が決定的になるな。ここで新千歳空港を奪還。札幌もすでに奪還して旭川も目前。最後に道東方面に向かうぞ。ていうかソ連軍が前線に全く見えないのだ。自衛隊のあまりにも速い進行速度に完全に追いつけていないのか、もしくはソ連軍は完全に日本攻略を諦めたかのどっちかだな。まあいずれにせよ日本軍自衛隊の偉大な勝利は近い。ただ燃料と輸送船の備蓄がすでに尽きてるから早いところを終わらせたいのだ。安心した前ずんだもんくん。残すところ奪還していない大都市は釧路と北見程度だぜ。そして最後に北見と網走周辺の国毛地区に侵入。かつて徹底抗戦を掲げたものの青森防衛を優先する関係上泣く泣く放棄してしまったこの地区を取り返すぞ。そして網走と北見を奪還した1995年6月5日、北海道からのソ連軍の全面撤退とともにソ連極東軍司令部は日本侵攻作戦の失敗を公表。約半年間にも及ぶソ連軍侵攻に我々は打ち立ったのだ。万歳。干渉だ、司令官。あの赤軍に日本の強さを見せつけたぞ。ソ連軍の連中はこれといった成果を出せずに撤退中で、ソ連政府は日本政府に和平交渉のために接近中だとのことだ。ソ連の侵攻を見事に阻止したことで、和平交渉は完全に私たちの主導で行われることになるそうだ。北方領土と戦後復興のための賠償金はもちろん、それ以上のものを手に入れることができるだろう。彼らがこの地で犯した残虐行為のことを考えればこれでも足りないが。司令官、日本政府は君に多大な借りがある。司令官の活躍で侵攻を阻止し、多くの命を救うことができた。総理が司令官に直接お礼を伝えたいと言っていたぞ。ほんとかなら女満別空港に日本での滑走路をお願いしてもいいかな。そんな願い通るわけねえのだ。は